もしも寿命がわかったら、少し目を閉じて思い浮かべてほしい。もしもあなたの寿命があと何年と今この瞬間に表示されたら、その数字はただの情報ではない。あなたの未来そのものだ。そしてその数字はあなたの心を静かに壊し始める。最初に変わるのは時間の重さだ。今日がただの今日ではなくなる。残りの人生の一部として胸に突き刺さる。いつかやるは消える。今やるか永遠にやらないかだけになる。だがそれは自由ではない。運命に追われる生き方だ。逃げ道はなくなる。余裕もなくなる。心のどこかにあった明日への甘えが跡形もなく消える。次に変わるのは夢だ。長い寿命を持つ人は未来を積み上げられる。医者になりたい。研究者になりたい。そんな長期の夢は時間を持つ者の特権になる。寿命が短い人は違う。数十年かかる努力は意味を持たない。すぐに結果が出る道しか選べない。世界は静かに分断される。長く生きる人と短く生きる人に。そしてもっと残酷なのは人間関係だ。恋愛は変わる。結婚の意味も変わる。自分の寿命だけがわかる世界で人は誰を選ぶのか。自分が先に死ぬと知った人は深く愛することを避けるようになる。相手を傷つけたくないから。自分がいなくなった後の孤独を想像してしまうから。愛するほど別れが怖くなる。逆に残される側だと知った人は愛することが重荷になる。いつか必ず来る喪失を最初から抱えながら生きることになる。それでも愛せるのか。愛は重くなる。あるいは軽くなる。どちらに転ぶかは人の弱さ次第だ。そして人は弱い。だからこそ愛は揺れる。友情も変わる。限られた時間の中で誰と過ごすかを選び始める。選ばれなかった人との距離は気づかないうちに広がっていく。日常も変わる。旅行も挑戦も告白もすべてに期限がつく。迷う時間すらもったいなくなる。だがここで一つの問題が生まれる。人は未来を知ると弱くなる。あと30年あると分かれば人はまた先延ばしをする。まだ大丈夫と思ってしまう。未来に甘える。逆にあと1年と分かれば焦りに飲み込まれる。冷静な判断ができなくなる。心が壊れる。未来が今を支配してしまう。人は極端になる。安心か絶望か、そのどちらかに振り切れてしまう。中間が消える。心のバランスが崩れる。そしてもう一つ、人は比較を始める。自分は長いのか短いのか、
その数字だけで価値を決めてしまう。本来命に長いも短いもないのに、数字は残酷だ。感情を無視して現実だけを突きつける。逃げ場を奪う。心を締め付ける。そして人を孤独にする。ここで一つだけ逃げられない話をする。もしもその寿命が絶対に変えられないとしたら、努力も運も才能も関係ない。すべてが最初から決まっている。その世界で人は何を思うのか、抗うのか、受け入れるのか、それとも諦めるのか。答えは一つではない。人の数だけ答えがある。だが共通していることがある。人は終わりを知った瞬間、初めて今を大切にしようとする。皮肉だ。知らなければ気づけない。だが知ってしまえば苦しくなる。未来が重荷になる。今日が怖くなる。時間が刃物のように鋭くなる。それでも人は生きようとする。なぜか。それは人が弱いからではない。人が強いからだ。絶望を知ってもそれでも前に進もうとする。ここである青年の話をしよう。彼の寿命はあと5年だった。夢も未来も計画もすべてが一瞬で崩れた。彼は泣いた。だが数日後こう言った。5年しかないんじゃない。5年もあるんだ。その日から彼は毎日を全力で生き始めた。旅行に行き、好きな人に告白し、家族に感謝を伝え、やりたかったことを全部やった。彼の5年は誰よりも濃かった。一方で寿命があと80年と知った男がいた。彼は安心した。まだ大丈夫だと思った。夢も挑戦も後回しにした。気づけば10年が過ぎていた。彼は言った。長く生きるとわかることは、何もしなくても時間が過ぎるという残酷さだ。彼の80年は長いようで短かった。時間は残酷だ。寿命を知ることは正解ではない。ただ現実を知るだけだ。その現実をどう使うかは自分次第になる。だが人は弱い。数字に心を支配される。あと何年という数字に本来は関係ないはずの今日まで、その数字に縛られる。未来が今を奪う。それは本当に幸せなのか。未来を知ることで今を失ってしまうのなら、それは正しいのか。それでも知りたいのか。ここでもう一つ考えてほしい。もしも寿命が変わる可能性があるとしたら、努力や生活習慣で少しだけ伸びるとしたら、人はどうするのか。
必死に伸ばそうとするのか、それとも今を楽しむのか、長く生きることと濃く生きること、どちらを選ぶのか。答えは人によって違う。だが一つだけ言えることがある。寿命が分かっても人生の価値は決まらない。長さではなく中身で決まる。それは今も変わらない。だからこそ寿命を知らない私たちはある意味で自由なのかもしれない。終わりがわからないから今を選べる。無限に見える時間の中で何をするかを決められる。誰と過ごすかを選べる。何を大切にするかを決められる。それは誰にも奪えない。もしもあなたの寿命が分かったら、あなたはその時間をどう使うのか、誰と過ごすのか、何を大切にするのか、そして今知らないままのこの時間をどう生きるのか。寿命が見えても生き方までは決められない。だから人は悩み迷い、それでも生きていく。